唐突ですが、国産の天然ハマグリって日本でどれくらい取れるか知っていますか？実はハマグリの消費量の 10% 程度しかありません。天然ハマグリは輸入物や国産の養殖物と比べて自然で生きているため、身の締まりが良く、噛むほどにうまさが溢れてきます。そのほとんどは地元の料亭などで消費され、全国に出回ることはほとんどありません。本当にうまいハマグリを食べようと思えば現地に行くしかありません。今回私が向かっているのは天然ハマグリの産地である桑名。ここに一組限定の完全予約制のハマグリ料理屋があり、そこへ向かっています。以前は桑名駅の近くにあるハマグリ一択というお店でしたが、2025年に移転してハマグリ料理屋上村になっています。特徴は大和ハマグリという超希少な日本原産種を使用していること。消費量の 10% が国産天然ハマグリですが、そのうち 9% が朝鮮ハマグリ、1% が大和ハマグリです。ハマグリ一択の時は2回ほどお邪魔させていただきましたが、移転してからは初めて。裏口から開けてきますので、こちらでお待ちください。店主が店内から開けてくれるシステムは変わっていません。我々しかいませんが、旅館のような店内です。店主がこだわった庭園があるそうです。これは後から撮影したものですが、美しい日本庭園、塀があるので店内の光を反射した松が影になって風情がある。廊下を歩いていくと一室だけの食事処がありました。完全予約制ながら電話番号非公開、予約は LINE からのみというハードルの高さにもかかわらず、予約は半年先まで満席。1日1組しか味わえない至極の大和ハマグリがここでいただけます。机の上に本日の料理に使用する大和ハマグリが用意されています。これが大和ハマグリ。朝鮮ハマグリと大和ハマグリの違いは海で育つか、汽水で育つか。大和ハマグリは汽水で育ちますが、そっちの方がうまいです。木曽山泉の綺麗な淡水が伊勢湾に流れてきて、海水と混ざる領域があります。そこでは淡水と海水が混ざって餌が豊富。波が穏やかで体をすくう身に栄養を使えるからです。その桑名産の天然ハマグリを使ったフルコースがいただけます。まずは桑名産の大しじみから。栄養豊富な汽水域で取れる大和しじみのため3から4センチくらいのサイズ感。出汁の旨味が強い高級食材で、これも市場に出回ることはほとんどありません。この出汁無限に飲めます。ハマグリも大しじみも価格制限があるため、桑名でも安定して調達できる料亭は少ない。店主の祖父が桑名で漁師をしていた関係で安定調達できていると伺いました。次は大和ハマグリの刺身。ハマグリは普通は刺身で食べられません。鮮度が良く、綺麗な環境で採れたものでないと安全に食べられないからです。市場の大半を占める朝鮮ハマグリだと生は旨味が出にくいため、一般的には刺身になり得ません。大和ハマグリのコリコリとした食感と噛むほどに広がる旨味はぜひ一度味わっていただきたい。続いて焼きハマグリです。シンプルに鍋で焼いただけのハマグリですが、これが料理としての完成形です。身質が分厚く弾力があるため、焼いても縮まらない。硬くならず水分だけが適度に抜けて旨味だけが凝縮されます。蓋を開けた瞬間に香ばしい香りが漂ってきて食欲をかき立てられます。そしてハマグリから出た出汁と絡めると旨味が最大化されて幸せな気持ちになります。この白濁したハマグリの出汁こそがこの料理のメインと言っても過言ではありません。網で焼かずに鍋で焼くことで出汁をなくさずに最高の状態でいただくことができます。見てください。ふっくりと膨れたハマグリです。噛むとじゅわりと旨味が口の中に広がり、噛むほどに甘みを伴った旨味が強くなります。つゆだくでしっとりと濃厚な旨味が悶絶ものです。こんなにうまいハマグリは他で食べたことがないです。貝の出汁がまたうまいんです。何も加えていないのに貝から出た旨味が凝縮されていていくらでも飲めます。最高の焼きハマグリでした。続いてハマグリのグラタン仕立て。蓋を割るとハマグリの磯の香りが広がってワクワクします。中にはハマグリの身がぎっしりと詰まっている。アサリを使ったグラタンもレストランでいただいたことがありますが、食感の肉厚さと旨味が全然違います。これもまた格別。
ハマグリに海苔を巻いて揚げた料理です。磯辺揚げが2本、口直しのししとうが1本ついています。磯辺揚げの断面を見るとハマグリがぎっしりと詰まっているのがわかります。口に入れた瞬間、磯の香りが広がり、続いて貝汁がじゅわっと出てきます。加熱しても硬くなりすぎない大和ハマグリに適した料理です。ハマグリの旨味を最後の一滴まで米に吸わせる料理。ハマグリが取れる地域定番の締めのご飯で、有明海の終点でも食べたことがあります。ハマグリを醤油とみりんで甘辛く炊いたしぐれ煮と、その煮汁で炊いたご飯にはハマグリの香りと旨味が詰まっています。おこげの部分と絡めて食べると香ばしさも相まって格別です。別添えで出してくれた店主お手製のハマグリのしぐれ煮。日本酒とともに抜群です。特に桑名、はやてなど桑名の日本酒との相性が良い。はじめは甘口の桑名、次にすっきりのはやてと飲み進めます。生きているハマグリを使用しないと食べられない料理。ハマグリ自体もうまいですが、ハマグリだしを使用した料理が最高。くず切りをこんなに美味しく食べられるのはここだけだと思っています。ハマグリだしを吸ってくず切り自体がうまい。三つ葉、白ネギ、木綿豆腐などの鍋の具材も味がグレードアップします。そして鍋の出汁を使用した雑炊。個人的には海鮮系の鍋で一番うまいのって雑炊だと思っています。旨味成分は魚であればイノシン酸、貝ならコハク酸です。これらの旨味成分は昆布のグルタミン酸との相性がいいんです。ハマグリ菜ではコハク酸が豊富でほのかな酸味を伴う旨味が塩味を引き立て、雑炊の味を数段格上げします。たまにハマグリ専門のラーメン屋がありますよね。コハク酸との相性という点ではラーメンにするのは理にかなっています。三重県南西部の旧大内山地域の農場で作られた牛乳を使用したアイス。濃厚でアイスもうまいが牛乳もうまいです。三重のローカルフード。ごちそうさまでした。やっぱり三重のハマグリは美味しいですね。伊勢湾と木曽三川の汽水域で栄養豊富。歴史的には江戸時代から将軍家献上品として扱われ、厳しい管理により安定した品質を供給。今回はハマグリを紹介しましたが、三重はうまいグルメが集まる受付に世界的に有名なプレミアムオイスター。地元民に愛される変馬餅など絶品グルメが溢れています。グルメを食べ歩きして三重旅の締めにハマグリ料理上村などでうまいハマグリを食べてみてください。最高の旅行になると思います。